こんにちは、北谷です。今回は古い分電盤を新しい分電盤に交換していきます。まずは電柱から引き込まれている電源を遮断します。電源が引き込まれているメーター部分を触る際は電力会社に依頼するか申請が必要になるので注意してください。メーター部分は一方が電柱から引き込まれ、一方が家の中に入っています。この時、配線の太さが違うことに気づくべきでした。大元のブレーカー電源が遮断されていることをテスターで確認します。安全が確認できたので分電盤を外していきます。昔の分電盤なので銅のバーがむき出しになっています。各ブレーカーにつながっている配線を外します。同じようなケーブルなので行き先がわかるように目印をつけています。新しい分電盤はサイズが異なるのでケースも外します。簡単に外れると思ったら釘でしっかり固定されていて苦戦しました。すべて取り外したら新しい分電盤をつけていきます。横方向に隙間がありますが、縦方向はジャストフィットでした。ブレーカーの位置に合わせて分電盤にケーブルを引き込みます。今回大元のブレーカーの容量を 30A から 40A に増やしています。またブレーカーに固定するため圧着端子を取り付けます。この2点は施工に不備があったので後ほど修正します。またケーブルの負荷が少なく取り付けられる L1 に黒 L2 に赤を接続しました。原則は L1 に赤 L2 に黒なのでこちらも後ほど修正します。工事が完了したら家の中に電気を引き込みます。エアコンに使う 200V も確認できました。以前の工事はこの状態で完了としていましたが、ここから修正していきます。まずはブレーカー容量ですが、メーターから引き込まれているケーブルVVF2.6mm の許容電流は 32A なので 40A は負荷でした。そこで同型の 30A ブレーカーに置き換えることにしました。今回パナソニックのブレーカーボックスにしましたが、数本ネジを外すだけで簡単に交換できました。余った 40A ブレーカーはほぼ未使用なので売却しようと思います。次にケーブルの圧着ですが、胴体断面積と電線縫合範囲を考慮する必要がありました。簡単に言うと、ケーブルの太さに合った圧着端子を使用できていませんでした。ここに圧着端子のサイズと縫合範囲の関係を示します。予備が大きいほど最低限縫合させる容積も大きいことがわかります。
今回使用したケーブルは VVF2.6mm なので断面積は 5.3 スクエアになります。それに対して予備14の圧着端子を使用していたので太さが全然足りないことが分かります。今回の場合予備 5.5 の圧着端子を使用するか添え線をして適切な縫合範囲で圧着する必要がありました。以上を踏まえて無事に分電盤の修正が完了しました。今回コメントでご指摘いただいたおかげで間違いに気づき修正することができました。これからも最善を尽くしますが、内容に問題があればご指摘いただければありがたいです。リフォーム DIY を完成まであと少し、ラストスパートで頑張ります。それではまた。